雑談です。ナポドクです。ハラセンということで始まりましたハラセンラジオ、陣内智則の面白い方原田専門家でございます。この番組は日々私が見ちゃったもの、聞いちゃったもの、食べちゃったもの、飲んじゃったもの、そして言っちゃいけないことなんかを話しております。ぜひチャンネル登録と高評価よろしくお願いしますということで、昨日は何をしてたかと言いますと、何をしてたんだろう。エンタのあれが終わりましてね、いろいろ片付いたんで、ぼちぼち何かやってた気がするんですが、まあ寝たら忘れる正確なもんで、まあ覚えてはおりませんが、いろいろやっておったと記憶しております。はい。で、見ましたですわ。見ましたと聞きましたの話もしたいかなってんで、まずはあれですね、ネットニュースにもなってました、恋ですの、最後ね、白状を持った人が、駅のホームで転落したってのが飛び込んできて、あの子じゃないのかっつってね、誰でした？ドラゴン桜にも出てたね、あの子じゃないのかっつって、ざわざわしちゃった回でありますが、8話目、7話目ですね。違う、8話目ですね。でしたけども、まあ、ホームページを見るとね、9話目のもう、あらすじが出てるんで、そこで無事は確認できるんですけど、まあ、あれをリアルタイムで見たら、それはびっくりするよねという感じなんですが、この8話目はね、初恋の、檜山さんがやってきてね、こう、就職支援をしてるんですけども、その檜山さんと、まあ、初恋の相手だってんで、ゆき子の関係をね、こう疑うというか、不安に思ってるんですね。もうね、初恋の人だから、ね、わざわざ初恋、なんとか言って検索するぐらいこう気にしちゃってて、森尾くんが。で、まあ、今のところ何もね、気持ちの変化もなくて、ゆきこさんもちゃんと森尾くんのことが好きだって感じなんですが、さすがにできるやつがね、来ちゃってる。だから、のび太としずかちゃんと出来すぎくんみたいな感じですよね。出来すぎくんが来ちゃったもんだからって感じの話ですが、まあその中でね、クリスマスマーケットに出店するっつってファッサマのお店ので、何メニュー出したらいいっつって、ナポリタンのホットドッグ、まあ視覚障害者なんでね、こう結構飲食は大変だって、で盛り付けとかも大変だろうから、そうなるべくね、こうなんていうの、片手で食べれるようなね、気軽に手渡せるようなもんがいいんじゃないかっつって、ナポリタンとホットドッグをくっつけたね、ナポリタンドッグっていうのを出すんですけど、まあこれいいですよね。ナポドク、いろいろあるでしょ、おむそばとか、ね、何ですか、シチューとオムライスとかね、ビーフシチューとオムライス、昨日食ったんですけど、そうやってね、2つのね、ものがくっついた、それをホットドッグにして、これナポリタンドッグいいですよね。すごく気になっちゃってね。それを販売する。で、販売して、まあ、売れ行きも好調というかね、いい感じでやってると、一人ね、こう、あんたたち視覚障害者なの？目が見えないのに、何入ってるか分かんないじゃないってイチャモンつけてくるおじさんがね、一人やってくるんですよ。これひどいですよね。普通言いますというか、あんま思わないですよね。こう、そういった飲食店というか、まあ出店にしてもね、そういうところに対して、これで面と向かってお前これ大丈夫かみたいなことって、なかなかあれ強心臓というかね、デリカシーが、まあ、一言で言えばデリカシーがないですけど、あんなこと言うかなと思いながら、いや、それは傷つきますよ、そんなこと言われたらね。と思いながら、
それでもね、ちゃんとね、ファッサマが、見えてる人もいるんで大丈夫ですよ、つって、そした子供がね、おいしい言って、おいしい言って叫ぶんですよ。おいしい言って、これ誰でしたYouTuber でいるでしょ。おいしい言うてる人。誰だっけ名前忘れちゃった。ド忘れした。俺、ロゴまで作ったのに忘れちゃってよ。坂村ゆっけね。坂村ゆっけさん言ってるっしょ。おいしい言って。で、子供がね、おいしいって言うわけですよ。んで、じゃあ、私も一つもらおうかなっつって食うね、シーンがあったんですけど、あれはちょっとね、そういう、虐げられ方というか、されてね、面と向かってはね、そんなに多くはないとは思うんですけど、でもこのドラマのおかげでね、僕は本当に、だって白状杖ついてる方とかは、ね、なんていうんですかね、補助というかしてあげないと大変だなっていうのは思います。でも本当によくあれで歩けるよなと思ってね、自分もいつそういう状況になるかね、それは本当にわかんないですからね、病気なり怪我なりで。なんでこういうのはね、やっぱりちゃんと見て常にそういうことをねこう想定しながらというかね見るのは大事なことだなって思いますよね。で、その恋のことはもうそこでもね、檜山さんがもう大活躍というかね、できるやつなんですよ。そこで、こうね、俺は大丈夫かいって森尾くんが悩んじゃう回ではありましたけど、なんていうんですかね、こう、ないものねだりというか、自分にはない、ところがよく見えてしまうというのはよくありますけどもね、っていうような回で、最後というか、この回の終わりの方に、その白状を持った人がね、駅のホームに落ちたという連絡があって、みんなびっくりしちゃって、当然視聴者をまさかあの子なんじゃないかっつって、何でした、青野くんじゃないのかっつってヒヤヒヤするという回でありましたけどもね。いやー、なんかね、恋が実ってからというかね、お互いの恋が実ってから、これすごく展開がこうほのぼのとしていてね、最終的にこうどうする、こんなほのぼのでのままなんかいいのかね、もっとこうヒヤヒヤというかね、くっつくの早すぎませんかね、恋ですっつって一回だからでこの、初恋の相手と何かしらもっと大きな事件が起きてね、森尾とゆきこさんがもうあわや破局ぐらいまでいかないと、これちょっとあまりにもこうほのぼのした話しすぎやしませんかっていうのと、やっぱりユキコと森尾が、ドラマ上ねくっつくのこれ早すぎただろうね。もう2、3話の時にはもうねくっついてたし、これだからあと残り何回か知りませんけど、10回としてもあとね2回話持つんかなと思いながら、僕はそこを心配して見ておりましたけどね。だから最終的にユキコと森尾がね、幸せになりましたっつっても、今もすでに幸せですからね。どう落とし前をつけるというかね、オチをつけていくのかね。あとハチコとあんだけバチバチだったのにね、もう今じゃすっかり仲良くなってるでしょ。なんかそういったドロドロをこう描かないようにしていってるよなぁと思ってね。もっとなんかそういったこう苦境を乗り越えるというか、こうね試練をこう乗り越えてみたいな、そういうところのドラマでなくてね、なんかこう
まあいいなというか、こうほんわかとしたね、中で話がもう些細なことがさも大事件というかね、些細なことで一喜一憂できるということをこう描いていきたいのかなとか思いながらも見ておりますが、9話のね、その予告というか、あらすじをこう読んじゃったもんですからね、これね、まあ言ってしまう、まあホームページに載ってるからね、言ってしまえば、次就職がね、森尾が実は獅子王のところでね、就職ができるかもしれない。でもそれが鹿児島だかであっちに行っちゃうから、でユキコはユキコで、でも森尾君はユキコを支えていきたい。でもその就職が地方に行ってしまうっていうところの葛藤がね、これ次回以降描かれるようなんで、そこで最終回的にはこれお互いが離れて遠距離恋愛するみたいな展開になるのかな、どうなんだろうかというような恋ですね。まあみんなざわざわしたと思いますけども、ホームページを見たら全然無事で、落ちたのは森尾くんだったみたいなことが書かれておりましたんで、来週以降どういった経緯でねそうなったのかっていうのもちょっと楽しみに見たいと思っております。コントおむそばね、なんか2つくっつけた飯っていいじゃないですか。ね、昨日はそのビーフシチューオムライスを食べましたけども、美味しいですね。っていうことと、あとね、全然別件で一つ、これはお話ししたいことがあるんですが、お話ししたい、昨日のマジカルラブリーのオールナイトニッポンを聞いてたらね、M1 の決勝進出者が発表されて、で、マジカルラブリーは優勝してるわけじゃないですか。で、M1 の決勝の当日に、陣内が敗者復活戦のMC をしてるんで、そこでね、スタジオというか楽屋で陣内に会うと優勝するというジンクスがあると。で、3年前の去年のミルクボーイ、3年前の誰でしたもう陣内に会っているというで、マジカルラブリーも会ってたってんで、楽屋で、ね、決勝進出者は楽屋で陣内君に会うと優勝できるというジンクスがあって、でもこの情報をね、もう昨日のラジオで喋ってるから、あとはみんな会いに行くじゃないですか。そうなったらこう会ってる時間の長い人が優勝できるということを言っておりましたので、ぜひね、決勝進出者の皆さんは楽屋でね、ネタ合わせというか、あれも大事でしょうけど、こう血眼になって人体君を探してみるのもいいんじゃないですかねって思いました。そんなオールナイトニッポンね、ラジコでタイムフリーでも聞けますんで、ぜひ該当箇所を探してね、聞いてみてくださいといったところで、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。ありがとうございました。